皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回もですね、将棋オズで実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方、始めていきたいと思います。今回も、10分切れ負けで、音声読み上げをですね、加藤一二三九段に今回は設定してあります。あなたが先手です。はい、今回は私が先手ですね。対局開始。2段の、方ですね。角換わりが得意戦法ということでしたけど、これは横太り模様のねスタートですね。3二金、これはちょっとね1手早く受けた感じですけどね、こう金上がってこれで8五歩ですとね、横太り4一玉ですか、ちょっと変化球ですね。2四歩でいってみましょう。そうですね。でこの4一玉っていうのはちょっと変化球といったのは、この時にですね3四飛車と、飛車を寄った時にですね、角を交換して2五角ですねと打つ変化の時に少しね8五歩とつく形は通常なんですけれども、少しその形とね変わるというのがねポイントです。今回2六飛車でいってみましょう。相掛かり模様でね、ちょっとねこれひねり飛車いってみましょうかね。7五歩ついてこれで、ひねり飛車でいきますね。ちょっとねなんていうんですか、本来のひねり飛車っていうかね、すごくよくある形のひねり飛車の組み方と少し手順が違うんですけど、類型って言えばいいんですかね、ひねり飛車のね。この相手の方の8五歩が1手なんていうんですかね、後に回ったのでできるひねり飛車っていう感じですね。はい、今ね角交換してきたんですけど、これはね非常に相手の方ね鋭い指し方というか、そうなんですね。角をね変えとくって7七桂とね先手の方から飛ばれてしまうと、もう角交換する手がなくなるので、早めにね交換してこうね角を手持ちで戦うっていうね考え方ですね。今9四歩に、受ける手もあったんですけれども、私は4八玉と玉の囲いを優先しました。さてこの辺りからねどうやって組んでいくかですね。私のこの8八の銀がね、どう使うかっていうのが一つねポイントになってくるんですね。ついてみますか一回ね。この方つかない手もあると、さっきも言ったようにね一回ちょっと様子見です。あんまりねなんていうんですかね、前例の、少ない形のね相掛かりひねり飛車の形ですね。はい、これはね8四銀はちょっと思い切った手ですね。なるほど。これはもう直接的にねひねり飛車のこの7五の歩が伸びすぎているので、この歩を狙っていこうってことですね。今ね3一玉とか、あるいは6四から6三銀っていう使い方でしたら、なんていうんですかね、一番オーソドックスというか、通常の形、8三銀はね一番強気ですね。もう真っ向からこのひねり飛車のねこの7五の方を狙いながら、もしいたらねこの桂馬もね狙っていければという手ですね。こうやられてしまうとね、私の方もねゆっくり組んでると、例えば3九玉とかね引いて指す手もあるんですけど、8四銀でね歩を狙ってきて、例えばそこで7六飛車だと5四角、この辺ね解説編でできればいいと思うんですけど、そういう動きありますね。難しいですね。8六ついてみますか。これね8五桂と飛ぶ手もあるんですけど、桂馬でいくとね、すごく軽い指し方ですね。8五桂も有力ですね。これ8六歩の方が、わざと取れる歩にね歩をぶつけていくという手で、ちょっとね難しい感じの手なんですけど、こうやることでね、桂馬の調子もしかしたら6五の方に、こちらの方にね飛ぶ手を残すということですね。飛車で取って、この方が、8五桂で飛ぶと一歩歩は得するんですけれども、6五にね飛ぶ手を含みに8四歩ですか。これは渋い手ですね。これで7四歩ね上でくれて安心なんですけど、次7四歩とねここから行こうってことですね。いやかなり相手の方も慎重というかね渋い指し回しです。ここで2択ですね。7六飛車と寄って7四歩を受けるか、8七銀から7六銀と上がるか、こっち行ってますか、こっちおるとでね。ここはね7六飛車と寄っとく手もあるとこですけど、最初の方に言ったようにねこの8八の銀が少しね使いにくくなる可能性があるので、7六にここまで持ってくるとね非常にいい形になるので、銀をね飛車で守って7四歩を防ぐ方法もあるんですけど、銀で守ってね安定させた方がよりね後継になるということですね。今7六飛車もあったと思いますね。どっちでしょう、相手の方この7四ね8四歩と受けてすごくへこんだ形なんですけれども、実はね7四歩同歩同銀という形でね、このあくまで7五の歩のね伸びすぎを咎めようという狙いなので、私の方もね気持ちよいからと悠然とねやっていると、気づいたら抑え込まれてしまうということになりかねないのでね、
銀がこう出ていけば私の方が飛車銀、例えばさっきここに銀が来るとすれば飛車銀桂で守って相手の方は飛車銀ということでね、そんな簡単になんですか崩されるということがなくなるということです。これ銀上がってきますかね。これで、8筋7筋がかなり安定したと。相手の方の4四銀はね、こちらの方は結構もう8七銀から7六銀で、7、8筋がね、先手の方が安定したので、逆にこちらのね方の形を例えば2四歩から2五歩とかね、少しこちらの方でポイントを稼ごうかなという考え方だと思います。これはねあんまりこちらのね私の方としても不満はあんまりない、今のところない局面ですかね。8三銀と上がられて棒銀されそうだったんですけれども、現状はねなんていうんですか、うまく8筋収めましたし、7六銀と8三の銀のね関係性から言ってもね、少し得をしてるというかね、いい形になってますんで、さあただこの辺が難しいですね。あと2八にね角打ってくる手もあるので、すみませんこれずっと言ってなかったですけど、2八角とって1八香1九角成という手があるんでね、私はもうそれをうまく防いで王様引いておきますか。下見の囲い。これ言っとかないといけなかったですね。2八角と打つ手は常にあったんですね。で相手方もね4四銀は2八角打つ含みもあったと思う。これで解説編でできれば打つ手もね有力だったと思います。さて金でもやってきますか。難しいですねこの辺はね。一手一手、角を手持ちなのでね、お互いに角を打たれないように組む必要があるということですね。はい、で5一金ですか。6五銀と出てみますか。こうね、銀を。私の方としてはね、8三の銀、8三に飛車っていうのが、あまり現状はいい形じゃないんですけど、この飛車銀に対してね8五歩取って強引にこう8筋から潰すっていうのはやっぱりさすがに難しいので、7分逆についてきましたね。これ6五銀と出てね、どちらかというと銀をこちら側ですね、玉側に使ってこの銀を遊ばせればいいなっていう考え方だったんですけど、8五歩これは強気になってですね、これは飛車で取りますかさすがに。この8五歩はどうですかね。これ局面が大きく動く可能性がありますね。相手の方はこう歩がないので、もう一回8五ついちゃうとね、8四歩と受ける歩がないから、例えば次私の場合だとね7一角とか打ってね、もう破る手が出てくるんですよね。これ王様がね、相手の方も2筋2二ですね、私も3九にいるので、こちらの戦いっていうのは王様からね、反対のところなのでね、そのなんていうんですかね、いきなり詰む詰まないになるわけではないんですけれども、現状ねここの部分以外に駒がぶつかってる場所がないので、こういう時はねここの部分でやっぱり損をしてしまうとね、他の場所でなんていうんですかね、取り返すのが難しいんですよね。なので今ね8五歩とついてこう一歩ね、飛車深く引いて、1個引く手もありましたけどね、深く引いて、ここにね8五に歩を打つ、歩が相手の方ね歩がないので、金寄りです。これ進歩した手ですね。8三歩同飛車7二角みたいな手があったんで金を寄って、ただこれちょっと辛い手でしょうね。さあここでどうするかですね。難しいところです。歩をね得したので、ポイントを稼いだところなんですけれども、これ以上どうするか。6六角とか打って7四歩を狙う手もありますね。この銀がちょっと中途半端な駒なんでそれを狙いたい。7四歩と突く手もありますね。これ迷いますね。いや6一金はねいい辛抱だと思います。他の手だとねバランスがちょっと取りにくかったと思うんで、7六銀とね引いて8五歩と抑える手を狙うのもありますね。銀引きは手堅いかな。今ね、一歩設けたところで、この銀に対する対処をどうするかという考えているところです。6六角もあるんですけどね、6六角って言いますか、これ微妙かな。6六角っていうのは王様を睨みながら次ね7四歩とついてこの銀を狙おうということですね。今ね8五歩と打つ手もあるんですけど、8五歩打つとやっぱ7五銀とね歩切れを解消しながら出てくる手があるので、銀はやっぱりねこの銀をやっぱりこう7五銀とスムーズにはね、私の方としては指したくないところですね。できれば8五歩と打って9三銀とね、この、僻地にね引かせるような感じで、なればね銀を無力化できるのでね、そういう感じで指したいところですね。8五歩と打って7五銀でね7六歩とか打っていくとね、結構ちょっと切り合いっぽくねなっていくので、9五歩ですか。これは取りますね。今7四歩もあるところですけどね、もう同歩でちょっと面倒を見ていきましょう。同香ですか。これはね同香に8八歩って打とうってことかな。なるほどなるほど。いや油断まで取りますか。ちょっとね相手の手に乗ってみましょう。これ8八歩って打とうってことだと思うんですけどね。9五歩の時に7四こちらの歩ですか。難しい手ですね。これはあれですね、7六銀だと9八角と打とうってことですね。7六銀でも9八角。
同銀ですと6五歩ですかね。で同桂で9八角。なるほど。いやでもうまいさばきだと思う。その銀を引きますか。いやこれはねでも私の方もこう結構応接を間違えるとね、というかまだ難しいですよね。はい。強読なので、少し得してますけどね。9五歩とね最初突いた時に7四歩と突いて勝負しちゃう手もあるところだったとは思います。この6八の金がこう浮き駒ですよね。相手の方もこの6一の金が浮き駒なんですけど、こう浮いてる駒がある時はね、ある程度丁寧に受けないと、結構ねなんていうんですかね差がなんていうんですか、そこを突かれてしまうことに、ね、なりやすいです。さあ9八、これ悩ましいんですよね。8八に飛車を置くか8六に飛車を置くか9九に飛車を寄るか、何択もありますね。どうするのがいいかな。先の方まで読んでね、飛車寄るのがいいかな。難しいですね。これね香取ってくれば角取ってよし、角成りで香車を成ろうっていうのが私の狙いですね。あと何分5分です。5分ですか。はい。で9八歩と打たれるんですけど、8九飛車と寄ればぴったりというね私の構想ですね。それで成香を取れば銀を取ると。飛車浮きで我慢されるかもしれないですけどね。ただ相手の方非常にね、そうですね、主婦ですね。この時飛車を寄ってね、取り合いもあるんですけど、こう寄ることで成香を取れば銀を取るという、騙し合いのようなね手順ですけれども。相手の方もこの5四の馬が、非常になんていうんですかね手厚い駒なので、この辺りはね難しいですね。これここに馬がいるんでね、例えば桂馬とか持つとすぐ2七桂とかね、こちらがこのねひねり飛車っていうのはこの2七に歩がいないので、この地点がね弱点になってる、この1八の地点もですけどね、こう非常に気持ち悪いね馬、後手の方から見ると非常に高所の馬になってるので、ここはね相手の方考えてますね。どうするか。取り合いですか。これは飛車を取ってね、これ好調ですね。この9八の歩が、しかもねちょっと邪魔っぽくなっているので、で飛車を成ってきました。さあこの辺りからね終盤になっていくんですけれども、どうしていくのがいいかな。この角のね働きがいまいちなので、何か飛車を成ると7二馬とかぶつけてくるってことですかね。いや難しいとこですね。4五銀打ちとかね、こう馬を狙っていく手も考えたいところですね。我慢して引いてきますかね。あるいは2七香とかを打っておいて、玉頭を狙う手を指しておく。飛車成っとく手も普通ですね。飛車成ると馬引いてきますかね。飛車成りますか。でもね、竜を作っておきましょう。これ8飛車で取っちゃうと大変ですね。同馬とね取られて大変なことになっちゃうので、竜を作ってね、やっぱりこの竜が王様に病んでますから、これで7二馬とぶつけてこう勝負されて、勝負してきたとした時にね、私の方が同竜と取っちゃうか、竜を引いてゆっくり指すか迷うとこなので、これはもちろんねすぐどうというわけじゃないので、ここで何か例えば2四香とか打ってこの馬とね連動して、ひねり飛車の弱点であるねこちらの辺りを攻めてくるっても考えられるところです。はい。7二馬すごい。これがね、この時にね迷うんですよ。飛車を渡してもね悪くないの取っちゃおうかな、同竜でね。竜を引く手もあるんですけどね。で同金にこうね、馬がなんですか消えたのがね私の狙いで、この2七香っていうのは逆に自分の弱点をね補いつつ玉頭を狙っていきます。これは難しいですね。他の手もあったと思いますけどね。はい、2七香を取って、4五銀から3四銀みたいな狙いですね。次ね私の番来ると4五銀と出て3四銀と出ていくと。ただ相手の方もね8八竜から7九飛車とかね、そうですね、これで金を寄った時にそうですね飛車を打って2枚飛車のね攻めが実現するので、いやこれはねバラバラ大変ですね。飛車を打った時も竜入りましたね。飛車打つ手もあったと思うんですけどね。さあこれはもう銀で出ちゃいますかね。これはね私の狙いですね。角がこう睨んでいるので、これでね、3四銀とね、銀を取る手もあるんですけど3四銀から4一角とね、この香車と連動してこの玉の頭を狙っていくということですね。この時に金が先ほどね、竜は取られちゃったんですけど、金がこちら側ね、例えばこっちのね5一とか5二とかに金が来ちゃうとね結構働きが強い駒なんですけど、これ今金がねちょっとそっぽなので、そうですねこの時にこちらに出ちゃってすり込んでいってこの玉頭を狙っていくと。
これ次にね4一角というのがね、まあ、必殺の狙い筋で、まあ、それが実現すると受けがなくなりそうですね。まあ、この角もねもう場合によってはバサッと4四角と切ってしまって同歩に4三銀打ちという感じでね、まあ、角と銀と香を連動させてね攻めていくと、いう感じです。まあ、飛車と香ね、まあ、特に飛車持たれてるんでね、まあ自陣は常に注意が必要なんですけれども、まあそうですね、こういう飛車ですね。この時に次5八飛車成という手があるので、ただまあこの場合はね5八飛車成がもちろんあるんですけど、先に詰めの連続でねいければって感じですね。具体的に言うと4一角とか打って、まあ、一気にいければという感じですね。まあ何か受けてもね手堅いんですが、4一角と打つと2三銀成からの詰めろでどうですかね、いけそうな気がするんで打ってみましょうか。まあこれね、5八飛車成でこう金ボロッと取られちゃうんでね、まあ私もこれ取られちゃうとひとたまりもないんですが、そうですね、王様引きが最善の頑張りで、さてさてこの時に5二銀と打つか角を切ってね、角を切っちゃうのがいいかな。さてね、これですよね。これで、まあ、角をさらに渡したんですけど自分の王様が大丈夫かどうかを見ると、まあ、5八飛車成とねまだ取られてないので角を渡しても、まあ、私の王様は大丈夫そうだとっていうことはね、これ寄せを考えたいということで、まあ、5二銀かね、まあ、これ4四角が一番良さそうですね。これ取っちゃって、で金銀3枚持ってるんで、まあ、この瞬間に繰り返しなんですけどね、飛車2枚飛車と角香持たれてるんで、まあ王様ね、まあ、いくらそうですねこれがあるんですけど3三角成でね、これは一手勝ちになりました。ありがとうございました。特化生族の勝利です。はい、いかがだったでしょうか。まあ、戦型がですね、まあ、ちょっと駆け引きの結果私の方のひねり飛車という感じになったんですけれども、まあ、中盤でね相手の方がね、まあ、8三銀とね、まあ、ひねり飛車を対抗すべく出てきた棒銀の形からね局面が動いていきまして、まあ、どちらがね、まあ、主導権を握るかといったあたりからね、まあ、中盤以降ね少しずつ私のリードを奪って、まあ、結果をね押し切ったという内容でした。解説編の方でね大盤を使って解説していきますので、ぜひぜひねそちらの方も合わせてご覧いただければなと思っております。この動画が良かったらではまたグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。